この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はですね、こうするとうまく見えるプロ直伝絵作りのコツということで、僕のチャンネルではリスナーさんの絵の添削を今まで50本以上やってきたんですが、たくさんの添削を通して見えてきた、こうすれば絵がうまく見えるといういろいろな絵柄に応用可能な絵作りのコツがあったんですよ。今日はですね、そんな絵作りのコツまとめてドドンとなんと7つ紹介していきたいと思います。この動画を見ていただければ、絵を描いている最中にもっとこのイラストよくできないかなと悩んでしまった時、あ、そうか、あの動画で言っていたあのテクニック使ってみよう、そんな風に自分のイラストをもう一段階パワーアップさせるテクニックを手に入れていただけると思います。ですね、これからお教えするテクニック、すごく強力なものばかりですので、一つでも自分のものにできたとしたら、普段あなたのイラストを見ている人たちからもびっくりされるような、そんな絵作りができるようになると思います。ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。それでは早速いってみましょう。うまく見える絵作りのコツ7選。最初のコツはこちらです。隠す。まず最初に紹介するコツはですね、これは超強力でしかも簡単な方法です。一言で言うと隠すという方法です。これは一生懸命絵を描いている人であればあるほどやってしまう間違いなのですが、力を注いで描けば描くほど絵の全体を見せたくなってしまいがちです。例えばキャラクターイラストであればこんな風に全身を完全に画面に入れること、これはこれでね、目的によってはこういう全身構図が必要な場合もあるんですが、多くの場合イラストって人目に触れる時間はもう一瞬ですから、これだとどうしてもインパクトが弱くなってしまうんですね。そこで重要なのが隠すという技術です。こちらがこのイラストの添削後です。どうでしょう、かなり色々な部分を隠したのがわかりますか？例えば下半身や頭の頭頂部を大胆に隠して顔と胴体のみの構図にしました。こうすることでこの絵で見てほしい場所が明確になるので、一瞬で見ている人の興味を引きつけられるようになります。それとこの絵ではもう一工夫、トランプで色々な場所を隠すことによっても視線誘導を果たしています。大きなところで言うと口ですね。ハートのエースによって口を隠してしまうことで、よりこの子の目に不思議と視線がいきますよね。ほら、変更前と変更後、ポーズなどは大幅に変えているわけでもないのに、隠すことによってこの子の目に視線が自然といくイラストになっているのがお分かりいただけるんじゃないでしょうか。この隠す技術は効果の高さもさることながら、何がいいかというと、とっても楽ちんなことなんです。隠すっていうことは描かなくてもいい面積を作るっていうことですから、作画コストもかなり下がるんですね。効果的な上に楽できちゃうわけですから、これを取り入れない手はないんじゃないでしょうか。またこちらは添削途中のイラストです。今の時点でもまとまって見えるとは思うんですが、ここから一手間加えるだけでさらに伝わりやすくすることができます。どうするかというと、こうします。はい、手前を隠してぼやかすですね。こうやってぼやかした前景を置いて、その後ろを隠すことで不必要な部分に視線が行くことを防ぎ、見てほしい部分、このイラストで言うとキャラクターの部分に自然と視線を誘導できて、パッとこの絵を見た瞬間にこの絵の世界観に見ている人を引き込むことができるんです。先ほどから一瞬で見ている人の興味を引き込むという話をしているんですが、これはすごく重要なことで、今の時代は特に1枚の絵をじっくり鑑賞することって少ないです。Twitter のタイムラインに一瞬だけ流れてくる絵を想像してみると分かりやすいと思うんですが、そういう流れるような見方がですね、絵を見る機会の中で一番多いと思います。その一瞬で見ている人の興味を引きつけることがすごく重要ですので、今言った視線誘導テクニックは今日紹介するテクニックの中でも最重要事項と言ってもいいと思います。ぜひ覚えておいてくださいね。メインモチーフを一つに絞る。これもイラストに対する思いが溢れている人ほどやってしまうことなんですが、ついたくさんのメインモチーフを描いてしまうというのがあります。こちらのイラストを見てください。すごく迫力があってパワフルな絵なんですが、ブラックホール的なまがまがしいものが上空にあって、それに向かってエネルギーが昇っていく。その中心には女の子キャラクターがいて、片目が怪しく光っている。この要素一つ一つが全部メインのように描かれてしまっているので、いまいちどこを中心として見ていいのか迷ってしまう感じがあります。添削後はですね、こんな風に変更しております。
ります。このイラストで一番見せたいのってどこかというと、おそらくこの女の子キャラクターだと思うので、この子がメインですよっていう風に画面の一番目立つ部分に持ってきます。そしてこの子をメイン、その他の要素は脇役といった風に画面を構成していくんですね。あくまでメインは1個、例外はありますが、そう決めた方が圧倒的に伝わりやすい絵になると思います。これはなぜかというと、食べ物に例えると分かりやすいですね。今日のご飯何っていう風に聞いた時に、今日はね、野菜スープとお肉と、あと炒め物とお漬物とかいろいろ言われるよりも、今日のご飯は焼肉定食だってね、メインをドンって言われた方がテンション上がるでしょ。イラストでも同じです。ここを一番に見てほしいというメインモチーフを一つ決めることが非常に重要なんです。その方が圧倒的に多くの人に伝わりやすい絵になりますので、ぜひ意識してみてくださいね。Z の法則。こちらのイラストを見てください。敵をシャキーンってね、超スピードで切りつけるすごくシチュエーションのかっこいいイラストなんですが、もう少しスピード感を出せればもっとかっこよくなる、そんなイラストでした。なのでこんな風に添削しております。ここでポイントになったのは Z の法則ですね。これは広告やグラフィックデザインにおいて非常に重要になる概念なのですが、人間の目は Z、画面に対してこのように視線が流れる習性があります。このことを利用して Z の順番に情報を並べていくと非常にスムーズに絵の内容が目に飛び込んでくるのですが、これを念頭にこのイラストを見てみましょう。お、誰か切られてる。あ、女の子が剣を構えている。っていうことはこの子にさっきの敵は切られたのかと、ちょっとまどろっこしい順番の情報認識になってしまい、少しスピード感がそがれてしまうんですね。なので変更後は敵を若干下の方に移動して Z の斜めの棒の部分に来るように配置します。そうするとどうなるかっていうと、 Z の起点には情報が配置されていないので、ここは視線を流します。そして、女の子が剣を構えてる。切られているのはこの敵だ。こんな風にスムーズな情報認識の順番になり、それによってスピード感もぐんと増すわけなんです。もちろんね、スピード感の表現はこれだけではないんですが、 Z の法則、知っているのと知らないのとでは情報の整理の仕方がかなり変わってきますので、頭の片隅にでも入れておいていただけると大変役に立つと思います。明暗差を使う。超強力な視線誘導テクニックの一つとして明暗対比があります。こちらのイラストを見てください。季節感があり、女の子の表情がとても可愛らしいイラストですが、少しだけ目が迷う感じがあります。これはなぜかというと、明暗対比が整理されていないからですね。こちらが添削後のイラストになりますが、どうでしょう。全体的にスッキリして、この小人ちゃんと舞い落ちる落ち葉に自然と目が行くようになったのがお分かりいただけると思います。これはなぜかというと、画面の中の明暗差をコントロールしたからです。一番大きい部分は顔周りの明暗差ですね。添削前は顔周りに背景の葉っぱが被っていました。その葉っぱも色が結構濃いですよね。これを添削後ではすっきりと空間を空けました。葉っぱの色も薄くしてあります。これによって小人ちゃんの顔にスッと目が行くようになったと思います。それと背景の木の色です。これが添削前はとても濃い暗い色をしていましたよね。このようにはっきりと明暗差がついていると、それだけ瞬時に目に飛び込んできてしまいますので、キャラクターよりも目立ってしまっていました。なので添削後は木の明度を下げました。これによってキャラクターよりも目に飛び込んでくる優先度を下げることができて見やすくなったわけです。また別の例を見てみましょう。このように髪の毛の長いキャラクターの場合には、顔を引き立たせるためのテクニックとして髪周りに明暗差を意識的につけるというのも効果的です。添削前も可愛いのですが、よりこの顔の可愛さを強調するために髪の毛の後ろ側ですね、ここに落ちる影を濃くして明暗差を強調してあげました。そうすることによって顔の輪郭がより強調され、この子の顔に自然と目が行くようになります。またコントラストをつけるとそれだけ画面が引き締まりますから、作品の完成度も上がって見えると思います。それともう一つ注目してほしい部分として、背景の雲の数があります。明暗差がついている部分って非常に強力に視線を奪う効果があるんですが、それゆえに使い方を間違えると逆の効果を発揮してしまう場合があります。添削前は小さな雲がたくさんありますよね。この雲の数分だけ細かくたくさんここに明暗差が生まれていますから、なんとなく散漫な印象になってしまっていました。そうなんです。明暗差は数があればあるほど
と視線はばらけてしまうんですね。なので添削後はこんな風に雲を大きな塊として描きました。わかりにくいかもしれませんが、よーく見ていただくと雲の色も若干暗くして、ここに明暗差がつきすぎないように明度をコントロールしてあります。今紹介したように明暗差はすごく強力な視線誘導テクニックですが、その強力さゆえに調整も繊細に行う必要があります。いまいちわかんなかったっていう方はですね、この部分何度か見ていただき感覚をつかんでいってくださいね。きっとあなたの画力に直結するはずです。視線を合わせる。これは言葉にすると結構簡単なことなんですが、結構これ難しいんですよ。見ている人とキャラクターの視線を合わせることですね。例えばこのイラスト見てください。ちょっとね、目線以外の部分も色々と変わってしまっているのですが、今は特に彼女の目線に注目してみてください。変更前のイラストだけ見ると視線が合っているように感じるかもしれませんが、変更後のイラストを見てみるとどうですか？変更前は少し視線が逸れているように感じませんか？比較してみると、なんとなく添削前は目よりも若干下の部分、胸あたりを見られているような感じがしませんかね？描かれているキャラと目がバッチリ合っているというのはすごく重要です。なぜかというと、それだけで見ている人が嬉しくなっちゃうからです。どうですか？左右を見比べてみると、変更後の女の子とは完全に目線が合っているので、わってね、ちょっとテンションが上がる感じがしませんか？これの難しいところはですね、変更前のイラストも作者の方はおそらくですが、視線を合わせようとして描いたと思うんですよ。でも見ている人からすると、いまいち合っているように見えてしまう。そのギャップを埋めるために効果的な方法はですね、いろいろありますが、一番効果的なのがこの目の上にあるハイライトですね。このハイライトをしっかりとはっきりと描いてあげることで、彼女の目線は強制的に鑑賞者と合わせることができます。ほら、変更後を見てみると、ハイライトが大きめに描かれているでしょ？ここを意識するだけでも目線は飛躍的に合いやすくなります。ぜひ取り入れてみてください。逆光にする。これはですね、もう反則技です。逆光。もうね、逆光にすると何でもかんでもドラマチックにエモーショナルになってしまうんですね。例えばこのイラストです。変更前は順光、自然なライティングだったと思うんですが、これをね、逆光にしました。逆光というのは上からではなくキャラクターの後ろから光を当てて前を影にしてしまうことです。添削後は全体的にキャラクターの前面が影になって後ろから光が当たっているのがわかると思います。これだけでどうです？なんだかドキッとするような感じしませんか？これが逆光マジックです。なぜドキッとするような感じがするかというと、逆光にしたことでですね、キャラクターとの距離がぐっと縮まったような感じがするからです。それと顔の表情をあえて暗く落として見えづらくすることで、まるでこの表情を僕だけに見せてくれているような感覚になります。単なる物理的な距離だけではなく、心の距離、これがね、ぐぐっと近くなったような、そういう演出ができちゃうんですよ。やり方は非常に簡単です。普通に描いた絵の上に1枚レイヤーを重ねて、そのレイヤーモードを上段にします。そしたらね、薄い青みがかったグレーとか赤茶色とかでね、ベタっと塗るだけです。それだけで逆光の表現って簡単にできちゃいますので、ぜひエモーショナルなシーンには効果的に逆光使ってみてくださいね。風を吹かせる。最後はですね、すごく簡単ですが効果的な方法です。画面に風を吹かせましょう。風吹かせるってどうやってって思うかもしれませんが、簡単です。僕みたいなね、坊主ヘアだと難しいんですけど、髪の毛を利用する方法ですね。このイラストを見てください。こちらはファイナルファンタジー7のティファのイラストですが、すごくね、ドレッシーで大人びた雰囲気が魅力的なイラストです。ですが、これに風を当ててあげるとどうなるかというと、こうなります。どうです？さらに雰囲気が倍増して、なんだかいい香りが漂ってきそうな、そんな感じがしませんか？このようにね、髪の毛をさらっとなびかせてあげることで、さらにイラストの見栄えをアップできちゃうんです。ポイントは、こういう細かい毛束、遅れ毛と呼ばれたりするんですが、この遅れ毛を描くことで、風に流れる髪の毛をうまく表現することができます。じゃあ髪の短いキャラの場合には、風って表現できないのって思うかもしれませんが、髪の毛の長いキャラクターに比べたら若干難しくはなり
りますが、布のはためきとかによっても表現できますし、あとほら、このティファちゃんのイラストをよく見てみると、こういった細かいパーティクルとか、あと手前にもね、こういうぼやかしたパーティクルが飛んでますよね。こういうパーティクルを意識的に斜めに傾かせたり、斜めのラインを意識しながら配置することでも、画面に吹く風を表現することができます。髪がたとえ短くても、こういったところで工夫することができますので、ぜひ取り入れてみてくださいね。はい、ということで、添削を通してお伝えしてきた、絵がよく見えるテクニック7選、いかがだったでしょうか？どれも超強力なテクニックですので、一度でつかめなかった場合には、動画を何度か視聴していただき、ぜひ自分のものにしていただければ嬉しいです。それと今日紹介したテクニックとは別に、これもすごく絵作りに対して役に立つ概念なのですが、ネガティブシェイプというのがあります。ネガティブシェイプ、まさか知らないんですか？それはね、すごく損してますよ。何それ？そんなの知らないよ。っていう方はですね、ぜひこちらの動画、ネガティブシェイプを知らない？それ相当まずいですよ。ご覧ください。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで、再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。